2026年3月、アメリカ、テキサス州の総合病院で起きた出来事だ。その日の午後2時17分、67歳の男性が心臓発作で運ばれてきた。医師たちは23分間にわたって蘇生処置を続けた。しかし心臓は動かなかった。脳波形の針は完全に平らな直線を描いていた。担当医はついに言った。死亡を確認します。と、家族は泣き崩れた。妻と娘が男性の手を握り、名前を呼び続けた。病室には、おえつと機械音だけが響いていた。その瞬間だった。男性の指が、ゆっくりと動いた。看護師が最初に気づいた。まさか、と思った。でも目を疑う光景がそこにあった。脳波はまだ平坦線のまま。神経活動はゼロ。それなのに男性は、妻の手を強く、力強く握りしめていた。医師が駆けつけ、モニターを確認した。数値は変わらない。医学的には、筋力が出るはずのない状態だ。神経系が機能していなければ、握る力など生まれるはずがない。それが医学の常識だった。しかし現実は、その常識を静かに、しかし確実に打ち壊していた。医師たちは沈黙した。誰も説明できなかった。誰も、言葉を持っていなかった。そしてその24時間後、男性は目を開けた。そして語り始めた。暗い廊下を歩いていたこと、遠くから聞こえる家族の声を、ただひたすら追いかけていたことを。では、この男性に一体何が起きていたのか。すべては、この事件が起きる前の日々に隠されていた。2026年3月、アメリカ中西部の、ある病院、その日、67歳のロバート・ケラーはいつもと同じ朝を迎えていた。早起きして、コーヒーを一杯、庭の花に水をやり、妻に、行ってくる、と声をかける。それだけの、何でもない朝だった。ロバートは地元で40年以上、家具職人として働いてきた男だ。頑丈な手、寡黙な性格、病気とは縁遠い、そう思われていた人物だった。しかしその数週間前から、彼は胸に違和感を覚えていた。少し息が切れる。階段を上ると、妙に心臓が重く感じる。それでも彼は、年のせいだ、と、誰にも打ち明けなかった。妻のマリアだけが気づいていた。夫の顔色が少しずつ変わっていることに。3月14日の午前、ロバートは自宅で突然、胸を押さえて倒れた。救急車が到着した時、彼はすでに意識を失っていた。搬送先の病院で、医師たちは懸命に蘇生を試みた。23分間、途切れることなく、処置は続けられた。しかし心臓は動かなかった。脳波検査の波形は完全に平坦になっていた。医師は静かに、しかしはっきりと告げた。死亡を確認しました。と、マリアは崩れ落ちた。息子と娘が震える手で父親の手を握った。その瞬間だった。誰もが信じられないものを目の前で見ることになったのは、脳波はゼロのまま、神経の活動も完全に停止しているはずだった。それなのに、ロバートの手は家族の手を強く、確かに握り返していた。一体、あの時彼の意識はどこにあったのか。次に明かされるのは、ロバート自身が語った死の淵での記憶だ。ロバートの意識は、その瞬間、肉体を離れていた。医師たちが、死亡、と宣告したまさにその時、彼は自分の体の外から、部屋全体を見下ろしていた。妻マリアが床に崩れ落ちる様子が、見えていた。息子と娘が震える手で自分の手を握る姿も、はっきりと見えていた。声も聞こえていた。泣き声も、廊下を走る足音も。なのに、自分は動けなかった。声を出せなかった。ここにいる、と叫びたくても、言葉は出てこなかった。やがて、光が消えた。ロバートが後に語った言葉を、担当医は静かに記録している。気づいたら、真っ暗な廊下に立っていました。どこへ続くのかも、わからない場所でした。と、その廊下には、音だけがあった。妻の声だった。娘の泣き声だった。息子が、お父さん、と呼ぶ声だった。ロバートはその声を、ただひたすら追いかけ続けた。歩いているのか、漂っているのか、自分でもわからないまま、前に進むことだけが、唯一できることだった。これは、医学的に説明のできない証言だ。脳波は平坦だった。神経活動はゼロだった。意識が存在するための、あらゆる条件が失われていた。それでも彼は、感じていた、聞いていた、向かっていた、肉体の外で、
何かが動いていた。医師たちには見えない何かが、確かにそこにあった。そして、あの握り返した手、神経の働きなしには、ありえないはずの動作。それもまた、この、見えない意識、と無関係ではないかもしれない。やがてロバートは語る。その暗い廊下の先に、光が現れたことを、暗い廊下だった。ロバートは言う。そこには壁もなく、床もなく、ただ深い暗闇だけが広がっていたと。でも、怖くはなかった。不思議なほど、穏やかだった。遠くから、声が聞こえた。妻の声だった。娘の声だった。泣きながら名前を呼ぶ。あの声が、暗闇の向こうから確かに届いていた。彼は歩いた。身体があるのかどうかもわからないまま、その声に向かって進んでいた。そして、光が見えた。最初は小さな点だった。それが少しずつ広がっていった。暖かい色をした。柔らかい光だった。光の中に、人影があった。ロバートは息を飲んだ。3年前に亡くなった。父親だった。さらにその後ろに、15年前に行った母親の姿もあった。父は微笑んでいた。口を開いた。言葉は聞こえなかった。でも、意味は分かった。まだ、戻りなさい。そういうことだった。ロバートはそこで立ち止まった。光はすぐそこにあった。手を伸ばせば届きそうだった。でも、足が動かなかった。妻の声が、また聞こえた。娘が泣いていた。その瞬間、廊下の空気が変わった。光が遠ざかり始めた。父の姿が、霞の中に溶けていった。引き戻される感覚があった。重力が戻ってきた。身体の重さが戻ってきた。痛みが戻ってきた。2026年3月。その病室で何が起きたのか、医師たちは今も完全な答えを持っていない。意識とは何か、死とは何か、その境界線は、私たちが思うよりもずっと曖昧なのかもしれない。次は、その境界、そのものを問う。境界、それは場所ではなかった。光でも闇でもなかった。ただ、静寂だった。完全な静寂だった。ジェームズ、ハリスは、その場所に立っていた。廊下は消えていた。父の姿も消えていた。代わりに広がっていたのは、果てのない灰色の空間だった。音はなかった。風もなかった。時間の流れさえ感じられなかった。そこは戻ることも進むこともできない境目だった。医学的に言えば、その瞬間、彼の脳波は完全に平坦だった。2026年3月。アメリカの病院の記録はそう示していた。神経系の活動はゼロ。意識を持つ条件が何一つ揃っていなかった。それでも、彼は感じていた。という、遠くから声がした。娘の声だった。お父さん、帰ってきて。その言葉が静寂を貫いた。彼は振り返った。灰色の空間の端に、かすかな光があった。小さく、頼りなく、揺れていた。しかしその光は、確かに暖かかった。近づくか、止まるか、それは、決断だった。論理ではなかった。感覚でもなかった。もっと深い、何かだった。彼の右手が、動いた。脳波が平坦なまま、神経の指令がないまま、ベッドの上で娘の手を、強く、握りしめた。医師たちは凍りついた。誰も、言葉を発せなかった。科学は、その瞬間を説明できなかった。記録は残った。しかし答えは、出なかった。境界とは何か、死と生の間には、何があるのか、ジェームズは後に語った。戻ると決めたのは、私自身だった。と、ならば、意識とは、魂とは、その問いの全体像は、次の景色の中に広がっている。それは、一つの風景だった。暗い廊下の中で、ジェームズは立ち止まった。前にも後ろにも、何もなかった。音もなかった。ただ、遠くから聞こえてくる声があった。娘の声だった。その声は、弱かった。しかし確かに、そこにあった。彼は歩き始めた。足が動いているのか、どうかもわからなかった。それでも、声の方へ向かった。その瞬間、記憶が押し寄せてきた。娘が初めて笑った朝。妻と手をつないで歩いた川沿いの道。息子が生まれた日の、病室の白い光。定年退職の日に同僚たちが送ってくれた花束。どれも、遠い昔のことのようで、それでいて、つい昨日のことのようだった。それらは映像ではなかった。感触だった。温度だった。
匂いだった。人が一生をかけて積み重ねてきたものは、最後の瞬間に、こうして押し寄せてくるのかもしれない。言葉ではなく、ぬくもりとして、論理ではなく、愛の重さとして、医師たちが記録した脳波は、平坦だった。神経の指令は、ゼロだった。しかしジェームズの中では、人生の前景が広がっていた。それは静かで、穏やかで、そして、深く美しかった。死とは、消えることではないのかもしれない。それは、立ち止まって、自分がどれほどのものを手にしていたかを、改めて見つめる時間なのかもしれない。ジェームズはその風景の中で、一つのことを悟った。まだ、終わっていない。声が、また聞こえた。娘の声が、もう一度、彼の名を呼んだ。帰る場所は、あった。そして彼は、帰ることを選んだ。その選択がどのように身体へと届いたのか、科学はまだ答えを持っていない。しかし次の景色が、その帰還の瞬間を静かに映し出している。2026年3月、病室の時計は午前4時17分を指していた。心拍モニターが突然、音を取り戻した。最初は誰も気づかなかった。担当看護師が振り返り、画面を見て、声を失った。平坦だったはずの波形が、ゆっくりと、しかし確かに動き始めていた。先生を呼んで、今すぐ。廊下に走る足音が響いた。駆けつけた担当医は、モニターを見た瞬間、動けなくなった。23分間、心臓は止まっていた。脳波は、ずっと平坦だった。それでも、ジェームズは戻ってきた。娘のソフィアは、父の手をずっと握り続けていた。その手が、ゆっくりと、温かさを取り戻していた。目が、薄く開いた。口が、かすかに動いた。誰も言葉を発せなかった。泣き声だけが、静かな病室に満ちた。医師たちは、互いに顔を見合わせた。説明できるものは、一人もいなかった。神経系の活動が記録されない状態で、筋力が生まれることはない。それが医学の常識だった。しかしジェームズは、その常識を24時間かけて、静かに覆した。意識を取り戻したジェームズは、震える声で語った。暗い廊下にいた。声が聞こえた。ソフィアの声だった。その声を追って、歩き続けた。医療チームはその証言を記録した。しかし、カルテにどう書けばいいのか、誰にもわからなかった。生還とは何か、意識とは、どこに宿るのか、科学が沈黙する場所で、ジェームズは確かに、帰ってきた。そして彼は、目覚めた後の世界で、もう一つの変化と向き合うことになる。目覚めた後のジェームズは、別人のようだった。以前の彼を知る家族は、口を揃えてそう言った。変わったのは、性格だけではない。物事の見え方が、根本から変わっていた。ジェームズはもともと、感情を表に出さない人間だった。仕事一筋で、家族との時間を後回しにしてきた。娘のソフィアとは、長年ほとんど会話がなかった。しかし退院後、最初に彼がしたことは、ソフィアの手を握ることだった。言葉はなかった。ただ、涙が流れた。ソフィアも泣いた。二人の間に合った長い沈黙が、音もなく溶けていった。あちら側にいる間、後悔だけが聞こえていた。ジェームズはそう語った。謝れなかったこと、伝えられなかったこと、それだけが、頭の中を回り続けていた。医療チームが記録したのは、身体の回復だけではない。彼の言動にも、明らかな変化があった。怒りが消えた。焦りが消えた。小さなことに感謝するようになった。担当看護師のマリアは、こう振り返る。患者さんがあれほど穏やかになったのを、私は見たことがありません。何かが、確かに変わっていた。周囲の変化も大きかった。病院内でジェームズの話が広まり、スタッフの間で静かな議論が生まれた。医師たちは公式な見解を出すことを避けた。しかし、個人として感じたことを語る者は少なくなかった。科学で説明できないことが、確かに起きた。ある神経科医は、そう小さくつぶやいた。ジェームズが体験したことは、一人の男の奇跡では終わらなかった。それは、科学と人間の信仰の間に、鋭い問いを投げかけていた。この問いに、科学はどう答えるのか、そして、答えられない領域に何が待つのか。科学と、霊性、この二つは、長い歴史の中で対立してきた。しかし、ジェームズの体験は、その境界線に、深い亀裂を入れた。脳波は完全に平坦だった。神経系の活動は、計測上、
ゼロだった。医学的には、意識も、感覚も、運動指令も、存在しないはずだった。それでも、彼は家族の手を、強く握っていた。神経科学の常識に従えば、これは起こり得ない。筋肉を動かすには、神経からの信号が必要だ。その信号を出す脳が、機能していなかった。だとすれば、あの握力は、一体何が生み出したのか。一部の研究者は、末梢神経の残存反射ではないか、と慎重に述べた。しかし、それだけでは、持続的な握力を説明できない。反射は、瞬間的なものだ。数分間にわたって力を保つことは、反射の範囲を超えている。一方、臨死体験の研究者たちは、別の視点を持ち込んだ。人間の意識は、脳という物理的な器官に、完全には閉じ込められていないかもしれない。そう唱える研究者は、決して少数ではない。オランダの心臓専門医キム・バン・ロメルは、数百例の臨死体験を分析し、意識が肉体の外でも機能し得る可能性を医学誌に発表している。ジェームズ自身の言葉もこの問いを深める。暗い廊下にいた。でも家族の声が聞こえた。その声に向かって歩き続けた。脳が止まった状態で声を聞いた。方向を感じた。そして戻ってきた。科学は今この証言を証明できないという。しかし同時に否定もできないという領域に立っている。それは科学の敗北ではない。むしろ人間の理解がまだ地図を持っていない場所があることを正直に認める姿勢だ。ジェームズが残したものは奇跡の記録だけではなかった。それは生きることの意味について彼が受け取ったある伝言でもあった。ジェームズは目が覚めた後こう言った。死ぬことは終わりではなかった。声が私を引き戻してくれた。彼が暗い廊下を歩いていた時、聞こえたのは医師の言葉ではなかった。家族のただの呼びかけだった。名前を呼ぶ声、泣きながら手を握るぬくもり。それだけが彼の足を止めた。あなたの隣にいる人は今日も何かを感じている。言葉にならない思いを持っている。科学が地図を持たない場所で人はそれでもつながることができる。ジェームズの体験が教えるのは奇跡の話ではなく、人と人の間にある見えない力の話だ。あなたは大切な人の声をちゃんと届けているだろうか。今日という日が誰かにとっての引き戻す声になるかもしれない。その可能性を忘れないでほしい。